日本語ポッドキャストジャパ耳和製外来語。皆さんこんにちは。日本語ポッドキャストジャパ耳です。今日も一緒に日本語の耳を鍛えましょう。今日のポッドキャストはアドバンストということで、日本語を勉強中で中級から上級へステップアップしたいという方におすすめの練習となっています。今日は和製外来語を取り上げます。日本ではたくさんカタカナ語が使われていて、自宅でも街中でもお店でもどこでも見かけます。その中には和製外来語も多く存在しています。和製外来語とは、もともと外国語から来た言葉を日本独特の意味や使い方に変えて使っている言葉のことです。和製外来語といえば、多くは英語から来ていますが、ポルトガル語やドイツ語、オランダ語など、他の言語から来たものもたくさんあります。和製外来語の代表的な言葉、例えばノートパソコン。この言葉は1990年代に日本でパソコンが一般に普及し始めた頃にできたそうです。英語ではラップトップですね。ノートのように薄くて持ち運べるというイメージから、ノート型パーソナルコンピュータイコールノートパソコンと呼ばれるようになりました。ノートパソコンなら初めて聞いたとしてもまだ意味が想像しやすいとはいえ、やはり日本ならではだと思うので、和製外来語を学んで日本語をもっと上達させましょう。今日はチャルメラ、おんぶ、ランドセル、バイキング、アンチの5つの外来語を詳しく紹介していきます。このポッドキャストがきっかけで和製外来語に興味を持ってもらえたら嬉しいです。それでは始めましょう。最初はチャルメラです。日本ではチャルメラといえば、インスタントラーメンの商品名を思い浮かべる人が多いでしょう。でも、チャルメラはラーメンという意味ではなく、ポルトガル語のシャラメラに由来します。これはラッパや笛のような管楽器を意味する言葉です。日本ではかつて夜になると屋台のラーメン屋さんがチャルメラという笛を吹いて客に存在を知らせていました。その独特の音色がラーメン屋台の象徴になり、インスタントラーメンの商品名としても採用されたのです。チャルメラは本来ポルトガル語の楽器の名前ですが、日本ではラーメンと結びついているんです。機会があれば日本人にチャルメラといえばって聞いてみてね。次はおんぶです。おんぶとは人を背中に背負うことです。このおんぶという言葉の語源はポルトガル語のオンブロ、つまり肩という意味の単語だと言われています。日常生活ではよく赤ちゃんをおんぶするとか、お父さんおんぶしてといった感じで使います。まあ実際赤ちゃんだけでなく大人もおんぶしますよね。ラブコメのドラマや映画などでヒロインが男の人におんぶしてもらっている場面が想像にやすいです。今パッと頭に浮かんだのは、
スペックという日本のテレビドラマです。これはラブコメというより SF サスペンス&ミステリーって感じなんですが、とある場面で主人公の女性に当時の彼氏がプロポーズして、女性が婚約指輪をもらった後、おんぶもしてもらうというとっても幸せそうな場面がありました。まあ、私ならもしおんぶしてあげるよと言われても、重いから大丈夫と断ってしまいそうですが。3つ目はランドセルです。日本の小学生が使うカバンで、黒や赤が伝統的な色でしたが、最近ではカラフルなバリエーションが増えています。ランドセルはオランダ語のランセルに由来します。もともとは背負いカバンという意味でした。日本では江戸時代の終わりから西洋式の軍隊教育が導入され、その際に兵士が使う背嚢が持ち込まれました。これが変化して子供用の通学カバンになったそうです。ちなみに私はエンジ色のランドセルを使っていました。少し大人っぽい色で、他の生徒とはちょっと違う色だったので、オリジナル感があって気に入っていました。日本に来てランドセルを背負っている子供を見かけたら、小学生なんだろうなぁと思って見守ってあげてくださいね。4つ目はバイキングです。これは食べ放題という意味で、特にテーブルを立って自分で食事や飲み物を取りに行くスタイルのことです。バイキング形式のランチ、ホテルの朝食バイキングといった使い方をよくします。しかし、英語でバイキングといえば、北欧の海賊や戦士を指します。食べ放題とは全く関係がありません。この言葉が食べ放題を意味するようになったのは1958年のことだそうです。東京の帝国ホテルが北欧の料理を並べたビュッフェ形式のレストランを始めました。本来ならスウェーデンのスモーガスボードという言葉を使用するべきでしたが、日本人にとっては全然聞き慣れない言葉なので、いかんせん難しい。そこで北欧といえばバイキングというイメージからバイキングという名前が採用されたんだそうです。こんな単純な発想から始まって、今となっては誰でも知っているような言葉が作られていく。その過程を知るのって面白くないですか？私はこういうの大好きです。さて、最後はアンチです。最近 SNS やネット上でよく見かける言葉ですね。有名になるとアンチコメントが増える。彼は人気だけどアンチも多い。アンチに負けずに頑張ってほしい。といった使い方をします。つまりアンチには反対とか嫌いという意味があるんです。本来英語のアンチは接頭辞で何々に反対するという意味です。アンチヒーロー、アンチエイジングなどのように単独でアンチとは言いません。ところが日本語ではこのアンチが独立した名詞のように使われるようになり、特定の人や物に強く反対する人という意味の言葉になりました。
特にインターネット社会の発展とともに、アンチという言葉が広まり、現代の日本語に欠かせないスラングになってきています。それでは今日のポッドキャストはここまでです。最後まで聞いてくれてありがとうございました。今日のテーマは和製外来語でした。どの言葉も単なる外来語の借用ではなく、日本の文化や生活と結びつきながら独自の意味を獲得してきました。和製外来語を知ることは、単なる語彙の学習を超えて、日本社会の歴史や価値観を理解することにつながります。ぜひ、身の回りの和製外来語を探してみてください。きっと言葉の背景にある面白いストーリーを発見できると思います。ではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。